こんな感じでね、パッケージがちょっとボロボロなんですけれども、1個あたり1500円ぐらいかな。それで手に入れました。こんな形ですね。ここのでっかい配線のところ、ここに友締めするような形に。このチャンネルでは私が昔から乗っている古いバイクについて日常のメンテナンスや DIY ネタをアップしていきます。今回のターゲットはどんなことをしていくのでしょうか。私のバイクの DIY スキルとしては簡単なものからチェーンオイルのメンテ、オイルやオイルフィルター交換、冷却水の交換、ブレーキパッド交換、それから直塗装などなどです。今回はこの動画を上げる頃には暖かくなって必要じゃないシーズンになってしまうんですけれども、ハンドルウォーマーの装着とそれ以外にも使えるリレーを装着していきます。寒い冬、バイクに乗ると体の冷えがきついです。昔であれば我慢して乗るっていう話になっているんですが、最近になるといろいろと便利な道具が揃ってきてますよね。電熱ウェアとかも自分は最近つけちゃってます。あれって一度切るとやめられなくなるぐらい快適ですよね。それの延長という話になるかもしれないんですけど、手の冷えというのも冬場にバイクに乗るのであれば気になるところです。V45 マグナはハンドルカバーをつけていまして、少しはね寒さに対してマシな状態だとは思うんですけど、やっぱりハンドルウォーマーがあるとないとでは大きく違うと思います。というのも自分自身ですね、他のバイクで昔ハンドルウォーマーをつけていまして、その時の効果がやっぱすごかったんですね。それで今回このバイクにもつけてみたいと思ったんですよね。ちなみに他のバイクっていうのも今後このチャンネルに上げていこうかと思っています。今回のハンドルウォーマーですが、自分はアリエクスプレスから購入しました。で、この他にハンドル部分につける熱収縮のチューブあるんですけれども、それと合わせて全部で1セットという形なんですけど、熱収縮の部分はね、ちょっとあまり出来が良くないというか、本当に熱収縮チューブソロな感じがするんで、これは別にパーツをですね、用立てでつけるようにします。部品としては比較的単純なものになるので、メーカー品を買わなくても問題が少ないかもしれません。ただ自分の場合はこのハンドルウォーマーのコードの長さが少し足りなかったので、別にそれ用の延長線を買う必要があるなというところと、ウォーマー用のカバーですね、これがちょっとかっこ悪いので、その部分だけ追加で購入しました。こちらはハンドルウォーマーなんですけれども、こういった感じでちょっとセロテープでね仮固定してるんですけど、そこからこういった形でカバーをつけるような形で装着してみたいと思います。でね、こちらのカバーの方なんですけど、これはもう本体に付属しているものではなくって別途買いました。というのも、本体に付属しているのはね、ちょっと熱収縮チューブそのまんまっていう感じだったんで、格好がね、あんまり格好が良くないというとこなんで、これまた別でね、アリエクで買ったんですけれども、これをすごい長さのチューブが届いたんで、これをカットしてですね、でこれからヒートガンで温めて、パッチリと装着させるっていう感じですね。あとね、こういった感じに ETC の取り付け金具のところに友締めしてスイッチをですね、いう感じで装着してるんですけれども、このキットだとね、コードがちょっと短いっぽいんですよね、ギリギリで。今回はこういった形で配線するんですけど、折りを見てもうちょっと途中でね、延長コードかまして装着し直そうかなっていう形に、考えてます。でこれからヒートガンで温めて装着していきます。
一応これでヒートガンで、ここのグリップのところ、こう熱収縮チューブですね、装着しました。で、これ触ってみてね、浮いてるところがあれば、その部分がちょっと熱収縮が十分じゃないっていうことなんで、またそこをヒートガンで温めたり、ヒートガンない場合はドライヤー使っちゃえばいいんで、それで温めてみます。見ましたってところですね。で、あとはちょっとね、配線まだなんで、配線を出来上がったら、この作業は完了となります。レートナのこの電源管理のパーツっていうのはどこにね取り付けようかと思ったんですけど、この辺にインシュロックで留めるのが一番いいかなと思ってます。でこれ今左側なんですけど、そしたらカバーの中に入るので、これでやってみましょう。こんな感じでね取り回しを終えてみました。このやつ、これ ETC なんですけど、 ETC の線も引き直して短くしてます。で、こちら側ですね、こんな感じで、これがACC なんですけど、こいつはヒューズボックスから取ってるような形にしています。取り付けなんですけど、こいつ当初はねここに留めてたんですけど、ちょっとカバーのねしまう時の邪魔になるっぽいんで、もうちょっとここのでっかい配線のところ、ここに友締めするような形に変更しました。で、あとは組み付けていきます。で、感想なんですが、実際にこの冬に使ってみましたが、やっぱりハンドルウォーマーがあるといいですね。冬にバイクに乗るときはやっぱ寒くて億劫になっていましたが、このハンドルウォーマーがあるとそういった抵抗感っていうのも薄れます。ウォーマーのカバーをそれなりな見てくれのものにしてしまえば安っぽさも分かりません。また今回初めてリレーというのを使ってみました。今までバッテリーのプラス端子にいろいろなね電化パーツをくっつけていたんですけれども、これがねバッテリーの取り外しとかするといちいちその線を全部つけたり外したりっていう作業がとても煩わしかったんですよ。そういった作業がなくなったっていうことと、全ての電源がですねメインキーに連動するようになったので、知らず知らずのうちにバッテリーが上がってしまったっていうようなバッテリー上がりに気をつけなくても良くなったのが大きいですね。特に長期間バイクに乗らない時でも安心できます。今回はハンドルウォーマーとリレーを装着してみました。ハンドルウォーマー部分は1500円程度で交換できて、満足しています。バイクのね車種によっては見てくれを良くするにはもう少し高くなってしまうんですけれども、メーカー品よりも安く仕上げたいということであれば、今回のハンドルウォーマーも選択肢に上がるかと思います。で、このハンドルウォーマー、これから暖かいシーズンになるとシーズン終盤の投げ売り状態にもなるので、今購入しておいてこれからまた寒くなる前に装着というのも選択肢としてありだと思います。ということで今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録をお願いいたします。